今回は、女神デバイスシリーズの最新キット、バレットナイツエクスキューショナーブライドをパチ組みレビューしていきます。通常版のブラックを中心としたカラーリングから一新して、エクスキューショナーが純白の騎士になって帰ってきました。ではでは、ごゆっくりお楽しみください。万吉プラモチャンネル。皆様こんにちは。万吉プラモチャンネルにようこそ。ナレーションは、アシスタントの私、キリタンが務めてますよ。いつもは毎週日曜日に更新ですが、今回は少し早めに更新してます。万吉さんが、ジャンプもマガジンも合併号とか言って休んでるんだから、俺にも休む権利があるとか言ってましたが、首根っこ捕まえて動画を作らせました。ということで今回は、女神デバイスエクスキューショナーブライドをパチ組みレビューしていきます。ブライドは、前回レビューしたエクソシストウィドウと同時に、12月末に発売されたばかりのキットです。ウィドウは、ブラックを中心としたカラーリングでしたが、ブライドは、ホワイトを中心としたカラーリングということで、対照的なデザインになっています。パッケージアートがとってもかっこいいですね。そういえば最近初めて知ったのですが、ここに英語で、機体とか武装の説明が書かれているんですよ。文章中に、色や武器の名前が出てくるので、結構詳しく書いてあるような気がします。お値段は、ウィドウと同じ6138円です。昨今のビプラと比べると普通くらい。パッケージデザインは、黒い背景が艶消しで、文字やイラストが光沢仕様になっている、いつも通りの女神デバイス仕様です。ウィドウと比べると、ちょっとだけ箱が厚くなってますね。それでは、開封。ででーん。はみ出してて草。箱は少し大きかったですが、ランナー量は、ウィドウとほとんど変わりませんね。少しだけ箱が厚くなっていたのは、このマントのパーツが原因じゃないでしょうか。ランナー2、3枚くらいの高さがあります。パーツ自体は半透明になっていて、艶消しのパールコートがされているように見えます。こちらは、髪の毛に使うパーツですね。髪色が、ミッドナイトブルーに変わりました。エクスキューショナーは、同じバレットナイツのランチャーが元になっているので、ランチャーの前髪が付属します。左のランナーにある、左目が出ている前髪がランチャーのもので、右のランナーにある、右目が出ている前髪が、エクスキューショナーのものになります。いやいや、ややこしいわ。もちろん、今回も太ももはボトムスセットになっています。ボトムスセットの太ももは、通常の太ももより可動範囲が増えて、より肉感的になっているのが特徴ですね。そして、お待ちかねのすべて余剰パーツになるランナー。一生ついていきます。大型武器を持つために、ABS 製のハンドパーツが付属します。カメラ越しだと全然わからないと思いますが、ホワイトのパーツはパールっぽくなっていて、ゴールドやシルバーのように、細かい粒子が混ざっています。こちらは、ナイトマスターソード用のオレンジ色のクリアパーツです。べっこう飴みたいで美味しそうですね。今回付属している表情パーツは、通常版エクソシストの表情が元になっているそうです。左から笑顔、馬し顔、叫び顔なのですが、癖が強くて結構扱いにくいです。通常版エクスキューショナーを持っている方でしたら、そちらも合わせて使えば、ポージングがしやすいと思います。ウィドウがシルバーのデカールだったのに対して、ブライドのデカールは、高級感のあるゴールドです。量もちょうどいいですね。説明書はいつも通り、2ページにまたがって描かれている、エクスキューショナーブライドがとってもかっこいい。これは、PC の壁紙にしたいです。カラーガイドです。それでは作っていきましょう。ビプラの頭作るのって楽しいですよね。ガンプラとかのロボット系だと、胴体を作るのが結構好きなんですが、ビプラはダントツで頭が好きなんですよ。大体の方がそうかもしれませんね。ことぶき屋さんのキットは、髪の毛の分割方法がどんどん進化していくので、毎回感心しながら作っています。合わせ目は、髪の毛のモールドに見えるように、分割する場所が工夫されていますね。残念ながら、パーツの構成上、頭頂部にだけ合わせ目ができてしまいます。普通に合わせ目消しをするか、パン落ちのように、髪の毛の分け目っぽくモールド化するか、今回はどうやって処理しましょうか。
これで素体モードの頭部が完成です。すっごく可愛いです。バレットナイツのデザインを担当されている伊勢川康隆さんの顔、すごく好みなんですよね。この顔見てるだけで、買ってよかったなってなります。両目隠しの前髪も付属するので、お好みで付け替えられます。下からちょっとだけ見える目がたまりません。これ以上見ていると、変な扉を開きそうになるので、とりあえず次に行きましょう。ジュルリ。ボトムスセットのレビューみたいになっちゃいますが、簡単に太ももの構造を紹介していきます。一般的な女神レバイスの太ももの内部パーツは一つだけですが、ボトムスセットの太ももは2つのパーツで構成されています。内部パーツが2つになったことで、回転に加えて引き出す動作が追加されました。組み立てるとこんな感じですね。引き出し構造が追加されたおかげで、足をクロスさせる動きが可能になりました。足組みも余裕です。ということで、エクスキューショナーブライド、完成しました。通常版のダークな雰囲気から一変して、聖騎士のような、純白のデザインになりました。ナイトマスターソード以外は、通常版とほぼ全てのパーツが共通ですが、カラーリングがガラリと変わっているので、一度作ったことがあっても、制作時に、そこまで退屈はしませんでした。多分通常版は違ったと思うのですが、両サイドのマントが、リアハンガーからの接続に変更になりました。通常版は、腕にマントを取り付けていたので、動きに干渉したり、重さで下がったりと、ポージングが取りにくかったんですよね。なので、改良されて、かなりポージングが取りやすくなりました。素体モードです。手足がシルバーになっているのが特徴的ですね。塗装するときは、ウィドウとの統一感を出すために、手足のシルバーをホワイトにしようかなと考えています。通常版の髪色は薄いパープルでしたが、ブライドの髪色はミッドナイトブルーに変更されています。髪色が変わりすぎて、最初見たときは違和感がありましたが、慣れると黒髪も悪くないですね。というか、ありよりのありです。続いて、武器を紹介していきます。こちらは、今回新たに追加された、ナイトマスターソードです。西洋風の両人剣で、シンプルにかっこいいですね。どことは言えませんが、ドラクエ味と、任天堂味を感じるデザインです。こちらは、個人的にお気に入りの、ナイトマスターシールドです。シールドはなんとなく、モンハンのチャージアックスを思わせるデザイン。ソードは、シールドに綺麗に収納できます。綺麗にはまるので気持ちいいですよ。ブライド用に、ナイトマスターソードはカラーリングが変更されています。ナイトマスターソードの頭身は、能力解放エフェクトパーツへ差し替えができます。こんな感じの飴、昔よく食べてましたよね。シールドとソードを組み合わせることで、差し替えなしで体験モードへ変形できます。ギミックが秀逸で、かなり綺麗に変形できるので、無駄に遊んでしまいます。シールドの一部を取り外すと、トンファーブレードという武器になります。あんまりトンファーには見えませんね。
ヘッドギアを下ろすことで、一気に騎士っぽくなります。この姿を、勝手にジャッジメントモードとか命名してます。映像が白飛びしちゃいましたが、神々しくて、なんかいい感じなので、よし。ということで、女神デバイス、エクスキューショナーブライドをパチ組みレビューしてみました。カラーリング以外にも、リアハンガーの変更や、ナイトマスターソードの追加といった新規要素があるので、以前通常版エクスキューショナーを作成したことがありますが、そこまで退屈せずに制作できました。バレットナイツ系のキットは、今までに5体くらい作っているので、さすがに共通部分は、説明書なしでも組み立てられるようになりましたよ。このキットで気になるところは、ほとんどありませんでしたね。稼働は、女神デバイス素体で優秀ですし、デザインも西洋風の騎士のようでかっこいいので、飾ってよし、遊んでよしの両キットだと思います。ウィドウと対になるようなカラーリングなので、2つとも全塗装して、並べて飾りたいですね。今回が、2021年最後の動画になります。まだ何も決めていませんが、最初の1週はお休みをいただいて、1月9日くらいに、新年最初の動画を上げるかもしれません。今年も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。良い年末年始をお過ごしください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気になることや、リクエストなどありましたら、お気軽にコメント欄にお書きください。また、よろしければ、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。Twitter もやってますので、お気軽にフォローしてください。また次回お会いしましょう。バイバーイ。